週刊風タイムズ、今週の藤井風最新トピックは、今を実感できる出来事がぎゅっと凝縮されました。まず一つ目は、最新アルバムプリマの収録曲 I Need You Back の MV 撮影オフショットが本人のインスタグラムで公開され、メイクや衣装の大胆さにファンのコメントが殺到。メディアや SNS でも、これ誰？奇抜などなど様々な反応があり、ビジュアル面の挑戦が改めて注目されました。さらに2つ目のトピックは、9月の M ステ初出演で披露されたプリマのフルパフォーマンス映像が11月7日金曜23時59分まで YouTube で期間限定公開。テレ朝の公式 X でも締め切り時刻付きで告知され、視聴できる最後のチャンスとなりました。海外ファンやライト層にも届く公式フル尺という価値が大きく、最後にもう1回の駆け込み視聴が相次ぎ、カウントダウン的な盛り上がりを見せました。そして3つ目のトピックは、海外の言うディスカバーミュージックがプリマを特集。英語詞で描くスピリチュアルな世界観や80から90年代 R&B やハウスの再解釈を詳しく分析しています。今週はこの3つのトピックについてサクッと8分30秒で藤井風の現在進行形の世界をたっぷり掘り下げます。パート1、I Need You Back の中の一視点、本人 IG 初のオフショットが話題に。今週最大の話題は、11月4日に藤井風の公式インスタグラムで公開された I Need You Back の MV のメイキングオフショットです。彼が撮影現場でどのようにビジュアル演出を変化させたか、その瞬間が切り取られています。海外のニュース記事でも、Fujii Kaze reveals behind the scenes look at I Need You Back music video。藤井風が I Need You Back ミュージックビデオの舞台裏を公開という見出しなどで各種報道されました。公開された写真ではビビッドなメイク、アートのような衣装、独特のポージングと普段のナチュラルな姿とは異なる一面が映し出されました。ファンの間では誰かと思った新しい時代のアーティスト像といった驚きと称賛が入り混じり、投稿直後から世界中で共有が広がっています。この写真はプリマのビジュアルコンセプトを象徴するもので、80、90年代の R&B やハウス、ニューロマンティックの要素を現代的に再構築したスタイル。海外の音楽誌も遊び心と魂が同居すると評しており、音とビジュアルを一体で見せるアーティスト像を提示しています。1980年代末から1990年代初頭のニュージャックスイング、UK でロマンティック、80s ディスコ風の衣装、小道具、カラー演出が散見され、藤井風自身が変わるなら今とでも言わんばかりの表情を見せています。音楽そのものとしても I Need You Back はすでにファンの間で 80s 回帰と評されており、今回の映像公開はビジュアル側からの言語化とも言えます。そしてこの公開が SNS 上で誰これ風？もう誰かわからん、最高にアンシャ感というコメントを多数呼び、再び話題の輪が拡張しています。国内メディアもその反響を拾い、レトロ×今の融合が藤井風らしいクリエイティブの転換と評価。在来ファンのみならず音楽ビジュアル好きや 80s リバイバル好きの層にも届いている模様です。さらにファン同士の再共有の仕方にも変化がありました。オリジナル投稿へのリンクやクレジットを明示して広めるリスペクト拡散が主流になりつつあり、藤井風の世界観を守りながら楽しむ文化が根付いてきた印象です。音楽とファッション、SNS 文化を横断する彼の表現力が今週も鮮やかに可視化された瞬間でした。パート2、M ステ初出演プリマ、11月7日23時59分まで本当に最後の期間限定公開。今週次に注目を集めたのはテレビ朝日ミュージックステーション公式 YouTube で公開中のプリマパフォーマンス映像が限定公開終了となることでした。9月5日の初出演時に披露されたこのステージは藤井風が初めて地上波で英語詞の楽曲を歌った瞬間でもあり、ファンにとっては記念碑的な映像。最高介護は国内外から再生が集中し、コメント欄には英語でも魂が伝わる、何度見ても鳥肌といった声が並びました。今回の限定公開は藤井風が近年こだわる出る時は象徴的にという戦略を体現したもの。リリース当日に合わせた出演から2度目の波を作るように期間限定で再配信する流れは放送と配信を巧みに融合させた形です。 SNS ではボーカルの息遣いや映像照明の
切り替えなど細部まで分析する投稿が相次ぎ、音と映像の両面で作品として楽しむ動きが広がっています。今夜までだから友達に勧めた、最後の1時間で繰り返し見たなどのコメントも多く、締め切りがあることでファンの熱量が一気に高まる結果に、放送の瞬間的な熱と配信で共有する余韻、その2つをつなげる藤井風流の演出が光る1週間となりました。パート3、海外メディアがプリマを最新評価、英語史×スピリチュアル×90s再解釈を徹底分析。3つ目のトピックは、海外メディアによるプリマ再評価の記事に反応が相次いだことです。11月6日、日本時間7日、ユニバーサル系の音楽メディア、You Discover Music が藤井風の全編英語詞アルバム、プリマに関する特集記事を以下の表題で掲載しました。Prima Fujikaze's English language leap into sacred love. プリマ、藤井風が聖なる愛へ英語で踏み出した大きな一歩、制作陣の国際性や80、90年代ポップへのリスペクトという構図を丁寧に記事化しています。記事ではまず、こう切り出します。If you're a Japanese or Asian pop culture lover, it's still a challenge for someone born and raised in Japan to release a full English language album. 日本アジアのポップカルチャーに親しむ人ならわかるように、日本で生まれ育ったアーティストが全編英語詞のアルバムを出すのは今なお難題なのです。制作面で韓国のプロデューサー250をメインに据え、ロブ・ビセル、グレッグ・カースティン、ノーラン・サー・ノーラン・ランブローザらがチームを形成したことにも触れています。For this album, Korean producer Eogon was chosen as the main producer. He's known for infusing nostalgic feelings into New Jeans songs. 本作では韓国のプロデューサーイオゴンがメインプロデューサーとして起用されました。彼はニュージーンズの楽曲にノスタルジーを吹き込むことで知られています。地理の感覚も興味深いポイントです。記事ではこう指摘しています。Perhaps because it was created near the sea in both California and Jeju, the album feels more open and airy than his previous work. カリフォルニアとチェジュ島という海辺の環境で作られたからか、本作は前作以上に開放的な空気感が感じられます。I Need You Back は80年代末のニュージャックスイング、You は SWV インスパイアの90年代初頭 R&B の質感を帯びると具体的に言及しています。I Need You Back channels late 80s New Jack Swing, while You, inspired by SWV, recalls early 90s R&B. I Need You Back は80年代末のニュージャックスウィングを体現し、You は SWV に着想を得た90年代初頭 R&B を想起させます。こうしたレビューは国内のリスナーにとっても大きなヒントになります。日本語ポップスの文脈で育ったアーティストが英語詞とグローバル制作網を得ることで何を再編集したのか、懐かしさを自分のものに変換する術がプリマでは計画的に埋め込まれていると読み取れます。英語詞イコール海外迎合という単純な図式ではなく、歌と言葉と時代記憶の再構築、その結果恋愛家のYouが自分自身セルフを指す場面があるという解釈も記事は示唆しています。作品の核である I am love, higher self, 委ねるは国内の需要でも繰り返し言及されてきたテーマで、今週も多くのブログやポストがこれを補強しました。最新のレビューでもアルバムについて日本初ポップを世界語彙に翻訳した試みと表現、全曲英語詞という挑戦、タイトルプリマに込められた神聖な愛という意味、そして90年代 R&B やハウスへのオマージュを高く評価しています。このレビューでは藤井風のボーカルが英語母音の響きを生かしながらも独特の日本語的リズムを残している点、トラックに流れる温かさが宗教や人種を超える普遍性を持つ点が特筆されています。さらにロサンゼルスでの制作期間やモントルージャズフェスなど海外フェスでのパフォーマンスにも触れ、彼の活動が単なる輸出ではなく世界の音楽文化と共に進化する過程であると分析しました。またコミュニティサイトでは映像の手触りと歌詞の読みの二軸で活性化しました。前者では I Need You Back MV の衣装小道具配色に関するスレッドが再浮上し、 80s 90s 参照の称号表が複数の投稿で共有されました。後者では英語詞移行がもたらした語りの主体への注目が継続し、 You イコール自己という読みやハイガーセルフ、高次元の自分というレビューを手がかりにスピリチュアルな核をめぐる解釈が膨らみました。
今週のまとめ。今週の藤井風は金曜までの限定公開という明確なリミットを皮切りに SNS での新ビジュアル公開、海外レビューの再評価まで立体的な話題で駆け抜けました。 M ステの映像は英語詞で世界へ踏み出した藤井風の象徴、インスタグラムのオフショットは音とビジュアルを等しく語るアート宣言、そして海外レビューはその全体像を客観的な言葉で裏打ちしています。放送、配信、国際メディア、この3つが同時に動いた今週は風の三角形を形成し、藤井風がまさに世界と同じ時を生きるアーティストであることを再確認する週になりました。まずはプリマを聞き返し、彼のインスタグラムを覗いてみてください。きっとそこには世界とつながる藤井風の今が映っています。来週もこのチャンネルで彼の最新の風を一緒に追いかけましょう。これからも毎週末に藤井風のトレンドを熱くお届けしますので、チャンネル登録をぜひお願いいたします。それでは次回の週刊風タイムズでお会いしましょう。